座骨神経痛のしびれを3秒で消す体操をお伝えします。はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回はですね、座骨神経痛のしびれを3秒で消す体操をお伝えしていければと思います。座骨神経痛による痛み、しびれですね、お尻から足へのですね、痛み、しびれで長年悩まれている方はですね、ぜひお役立ていただければと思います。はい、まずはですね、座骨神経痛というものはどのようなメカニズムで起きるのかということを理解していただければと思います。まず座骨神経という神経はどのような神経かというとですね、こちらの画像を見ていただいてわかるように、腰から出てきて骨盤の中を通ってお尻の部分で表面に出てくる神経になります。そこで座骨神経痛というのはどのような状態かというと、これまでの常識というのはですね、こちらの画像を見ていただいてわかるように、お尻の筋肉、特に梨状筋というですね、筋肉の緊張によって起こるものだというふうにですね、言われていたんですね。私自身もですね、学校でそのように習った記憶があります。梨状筋症候群というふうに言うくらい、梨状筋の緊張と座骨神経痛というのはですね、深い関係にあるというのがこれまでの常識だったんですね。ただですね、その常識というのはですね、最近覆されつつあります。というのはですね、私自身がハワイ大学のですね、医学部での解剖実習においてですね、ドクターから言われたことです。それはですね、座骨神経痛というのは梨状筋の緊張から起こるというのはほとんどないということでした。では座骨神経痛というのは何故にどのように起こるのかというと、それはですね、座骨神経が圧迫されるのではなく、座骨神経自体が引っ張られた時に座骨神経痛が起こるというものでした。これがですね、座骨神経痛が起こるメカニズムの新常識になります。はい。ではですね、先ほどの説明を体を使ってですね、もう少し分かりやすく説明させていただければと思います。座骨神経というのは、このようにですね、腰から出て、お尻の方で表面に出てきて、足の方につながっている神経になります。この神経がですね、圧迫されて座骨神経痛が起こると言われていた根拠というのは何かっていうと、このお尻の部分でですね、お尻の筋肉が緊張して座骨神経を圧迫するというですね、考え方だったんですね。ただですね、実際解剖してみて気づいたことっていうのはですね、このお尻の筋肉とですね、座骨神経の間にはすごく隙間があったりとか、あとはですね、この座骨神経とお尻の筋肉の間にはですね、クッションの代わりにもなるですね、脂肪組織というのがですね、しっかり含まれていたんですね。なので、やはり座骨神経をですね、このお尻の筋肉が圧迫するっていうのは考えにくいんではないかということだったんです。では、座骨神経痛が実際起こっている方っていうのは、どのようなことが起こっているかというと、この神経自体がですね、引っ張られてしまっている状態なんですね。神経が引っ張られてしまっていることによって、座骨神経痛が出てしまっているということでした。では、この座骨神経が引っ張られてしまう原因というのは何かっていうと、まさしく姿勢なんですね。では、その姿勢というのはどの姿勢かというと、反り腰の姿勢になります。反り腰というのは、お尻が出て、そして股関節が内側にねじれてしまっている状態なんですね。このお尻が出て、股関節が内側にねじれてしまっている状態になることによって、この座骨神経がですね、ピーンと引っ張られてしまって座骨神経痛が起こってしまっているということになります。では、この座骨神経痛をですね、解消する体操というのは、この反り腰の状態を解消する体操になるということになります。はい。ではですね、お待たせいたしました。座骨神経痛のしびれをですね、3秒で消す体操の方法を説明していきたいと思います。座骨神経痛というのは、座骨神経自体が引っ張られてしまう姿勢によって起こってしまう。座骨神経が引っ張られる姿勢っていうのは、股関節が曲がってお尻が出て股関節が内側になってしまうことによって反り腰になってしまって座骨神経が引っ張られてしまう。
ではこの坐骨神経痛のしびれを消すためには反対の動きをすればいいんですね。じゃあ反対の動きというのは股関節が曲がって股関節が内側になっている反対の動きなので、股関節が伸びて股関節が外側にねじれている状態を作ればいいということになります。じゃあその実際の作り方というのはですね、まず足をですねベッドだったり椅子にですね乗せます。椅子に乗せてこの状態から膝をですねできるだけ外側にぐーっとねじるというですね動作をしていきます。こうすることによって解剖学的にですね坐骨神経がたわむ姿勢になるんですね。このようにすることによって坐骨神経が引っ張られている状態が解消されますので、しびれが消える体操になります。この状態であなたのですねお尻から足へのしびれがなくなる、もしくは軽くなるのであれば、あなたのですね痛みしびれの原因というのは姿勢によって坐骨神経痛が出てしまったということになります。この体操を行うことによって坐骨神経痛の痛みしびれがですねなくなる、もしくは軽くなったあなたですね、確かにこの体操をすれば楽になるんですけども、ただですねずっとこの姿勢を保っておくのは実際無理ですよね。ではですね、この体操を行うことによってあなたのですね坐骨神経痛の原因っていうのは姿勢ということが分かったわけです。では普段の姿勢をどのようにすればいいということが分かったわけですよね。すなわちですね、あなたの坐骨神経痛の原因っていうのはお尻が出て股関節が内側に出ている反り腰の姿勢が原因になるわけです。なので股関節を内側にねじれてしまう筋肉をですねストレッチしていけばですね、坐骨神経がたわんでいる姿勢を日常からですね作ることができるわけです。そこでですね、ここからは坐骨神経痛を作っている姿勢をですね解消するためのストレッチをお伝えしていきたいと思います。はい、坐骨神経痛になる姿勢を作ってしまう筋肉というのは股関節を内側にねじってしまう筋肉、そして股関節を曲げながらさらに内側にねじってしまう筋肉になります。その結果ですね、反り腰になってしまって坐骨神経を引っ張ってしまって坐骨神経痛になってしまうんですね。なので今回お伝えするストレッチというのは股関節を内側にねじってしまう筋肉として内転筋、太ももの内側にある内転筋という筋肉のストレッチ、そして股関節を曲げながらさらに内側にねじってしまう筋肉として大腿筋膜腸筋という筋肉のストレッチの方法をお伝えしていければと思います。はい、ではですね、まずは内転筋のストレッチの方法をお伝えしていければと思います。内転筋のストレッチはまずこのように台だったりベッドにですね足を乗っけていただきます。足を乗っけていただいて膝をまず伸ばしていただきます。膝を伸ばしてつま先をぐっと上に上げます。でこの状態でですね体を斜め前に、右足の場合は右斜め前にですね倒していくようにします。でそこで注意していただきたいのは頭を下げないということですね。頭を下げてしまうと上半身が曲がってしまってなかなか太ももの内側にストレッチができませんので、頭を上げていただいて頭を上げた状態で右斜め前に体を倒していきます。そうするとですね太ももの裏からですね太ももの内側が伸びてくるかと思います。このままですね10秒間伸ばしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、これが終わりましたら次はですね体をですね伸ばした状態、膝は伸ばした状態、つま先を上に上げた状態で体を前にですね、先ほどは右斜め前でしたけども体を前に倒していくようにします。やはり頭は下げずにですね頭を上げた状態で前に倒していくことによってさらにですね太ももの裏からそして太ももの内側がですね伸びてくるかと思います。このまま10秒間ストレッチしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。次はですね3段階目はこの状態で体を左にひねっていきます。左にひねっていきながらこの状態でまた頭を下げずに頭を上げた状態でぐーっと前に倒していきます。そうするとさらにですね太ももの裏から太ももの内側がですね伸びていくかと思います。膝がですね
伸びないように膝を軽く押さえてあげてもですね、効果的です。このまま10秒間伸ばしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。右側はこれで OK です。続きまして左側のですね、太ももの内側、内転筋のストレッチも行っていきたいと思います。左足を乗っけていただいて、膝を伸ばしていただいて、つま先は上に上げます。この状態で顔を上に上げた状態で体を左斜め前に倒していきます。こうすることによって太ももから太ももの内側が伸びていきます。このまま10秒間ストレッチします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。体を戻します。次は体をですね、前に倒すように。膝を伸ばしてつま先は上に上げた状態。この状態で顔を上げながら体を前に倒していきます。この状態で10秒間キープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ゆっくり体を戻します。そして最後ですね、体を右にひねっていただいて、膝はしっかり伸びるように手で押さえていただいて、このまま前に倒していきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ゆっくり戻します。これで左側のストレッチも完了です。はい、続きましてですね、股関節を前に曲げながら股関節をさらに内側にねじってしまう大腿筋膜腸筋のストレッチの方法をお伝えしていきたいと思います。まずはですね、足をこのように台の上に乗せます。で、膝は伸ばした状態でつま先を少し外を向けます。で、この状態でですね、体を伸ばします。顔を上げながら体を前に倒します。やはりですね、顔を下げてしまうと上半身が曲がってしまってなかなか伸びづらいので、頭を上げて顔を上げていただいて体を前に倒すことによって、そうすることによってまずはですね、すねの筋肉から太ももの外側がですね、伸びてくるかと思います。この状態で10秒間ストレッチしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、続きましてですね、膝は伸ばしたまま、つま先は外に向けたまま、体を次は右にひねります。で、右にひねっていただいた状態で顔は下げずに顔は上げていただいて、体をぐーっと前に倒していきます。この時ですね、手はですね、膝に当てていただくとバランスを取りやすいと思いますので、この状態にするとさらに太ももの外側がですね、伸びていくかと思いますので、このまま10秒間ストレッチしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。続きまして最後ですね、左手をベッドや台につけていただいて、体をですね、さらに右にひねっていただいて前に倒していきます。この時やはり頭を下げずに頭を上げた状態で前に倒す。そうすることによってすねから太もも、お尻の方ですねまでつながってですね、伸ばすことができるかと思います。この状態で10秒間ストレッチしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ゆっくり戻します。これで右側は完了になります。続きましてですね、左側の大腿筋膜腸筋のストレッチを行っていきたいと思います。左足も同じように左足を乗っけていただいて、膝を伸ばしてつま先を外に向けます。その状態で顔は上げた状態で体を前に倒します。そうすることによってすねの筋肉からですね、太ももの筋肉が伸びてくるかと思いますので、この状態で10秒間キープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、続きまして体を左にひねっていただいて、この状態で体を前に倒す。この状態で10秒間キープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、3段階目ですね。右手をベッドや台につけていただいて、体をさらに左にひねっていただいて、この状態で前に倒す。こうするとお尻の筋肉から太ももがですね、すごく伸びるかと思いますので、この状態で10秒間キープします。1、
2、3、4、5、6、7、8、9、10。ゆっくり戻します。はい。これで左側も完了になります。はい。この2つのストレッチを行うことによってですね、股関節を内側にねじってしまう原因、そして股関節を曲げてさらに内側にねじってしまって反り腰を作ってしまって坐骨神経痛を作ってしまう原因の筋肉がですね、柔らかくなった状態になります。そうすることによってこの原因が解消はされるんですけども、ストレッチしただけではダメなんですね。ストレッチをした後は正しい姿勢を作る必要もあります。股関節が内側にねじれて曲がってしまっていることが原因だったわけですから、反対に股関節を外側にねじる、つま先を外側に向けるっていうことですね。向けながら股関節をしっかり伸ばしてあげることによってですね、坐骨神経がたわむ姿勢になるんですね。はい、たわむ姿勢を作ることによって坐骨神経痛が起こった根本原因が解消されることになるわけですから、ストレッチも行いながら日頃ですね、この坐骨神経がたわむ姿勢、つま先を外に向けて股関節をしっかり伸ばすというですね、姿勢もですね、気をつけていただくことによって坐骨神経痛をですね、根本から解消する方法になります。はい。ということで今回は坐骨神経痛のしびれを3秒で消す体操、そしてそれだけではなく坐骨神経痛のメカニズム、そして坐骨神経痛を根本から解消するストレッチ、そして姿勢の作り方までですね、お伝えさせていただきました。ぜひですね、この方法をですね、まずメカニズムから知っていただいて、ストレッチ姿勢をですね、習慣化していただいて、坐骨神経痛をですね、根本から解消していただければと思います。またですね、今回の動画は私の仲間の先生の児玉先生という先生のですね、動画を参考にさせていただきました。児玉先生はですね、大阪の方で私と同じく腰痛専門のですね、整体院をされている先生になります。児玉先生のオリジナルの動画ではですね、さらにですね、細かく詳しく丁寧にですね、説明していただいていますので、児玉先生のオリジナルの動画のリンクですね、下の説明欄の方に貼らせていただきますので、ぜひですね、児玉先生のオリジナルの動画もご覧になっていただければと思います。この動画が役に立ったという方はぜひですね、高評価いただければ励みになりますので、よろしくお願いします。また、動画に関するご質問がありましたら、コメント欄にてご質問いただければ、順次動画でお答えいたしますので、どしどしコメントお待ちしております。今後もあなたを健康にするための情報をどんどん発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいてお見逃しないようにしていただければと思います。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。